こんにちは。そしてアッサラムアライクン。シドニー在住の日本人ムスリムアヤです。この番組イスラムの扉では、改宗ムスリムの私アヤがイスラムの教えやリアルな暮らしをゆるりとお届けします。ぜひ最後まで聞いていってください。明日からまた1週間とか、明日からの仕事嫌だなとか、なんとなく仕事の前日心が重くなることよくあるんじゃないでしょうか。生活のために仕方なく働くっていうと、なかなかポジティブになれない部分もあるかもしれないんですけれども、イスラムを通して仕事というものを見ると、仕事に対する感じ方がとてもガラッと変わるので、今回はそういう少しだけ仕事の日が待ち遠しくなるような、仕事を信仰に変える、そんなマインドセットについてシェアしていきたいと思います。まず最初に、仕事が信仰に変わる4つの条件についてお話ししていきたいと思います。で、そもそもイスラムでは誠実に働くことっていうのは単なるお金を稼ぐ経済活動っていうわけではなくって、イバーダ、信仰行為の一部というふうに認識されます。つまり私たちが普通に仕事でパソコンに向かったりとか、接客をしたりとか家事をしたりとか、そういうふうにいろんな仕事の形態があると思うんですけれども、場合によってはというか条件が揃えばこれは全部信仰行為に、なり得るっていうような形なんですね。で、この日常の仕事っていうものを信仰の、行為、善行に変えるための条件っていうのが4つあります。で、1つ目が正しい意図を持っていること。神様の命令に、従うため、家族を養うためとかっていうそういう正しい意図ですね。まずそれが1つ目です。で、2つ目がハラール、合法な仕事であることっていうことがあります。これは例えば詐欺だったりとか氷菓子とか、アルコールとか豚肉の販売とか、そういったイスラームにおいて禁じられている職、禁じられていることに携わる職じゃないことっていうのが、挙げられます。ハラールとかハラームっていうことについては、以前のポッドキャストや、ブログでも詳しく書いているので、ぜひそちらを、見ていただければと思います。で、3つ目の条件は、義務の優先をすることですね。これは例えば何かというと、仕事を理由に例えば、1日5回の礼拝がありますが、その礼拝を仕事を理由に後回しにするとかっていう風にしてしまうと、神様が与えてくださったその義務の行為っていうのをないがしろにしていることになるので、それをし始めてしまうと、義務を優先しないっていうことになると、信仰行為にはならないですね。で、最後4つ目、誠実な態度です。手を抜かず、欺かず、誠実に業務を遂行することです。ということで、どうせ同じように、毎日、例えば1日7時間から8時間働くのであれば、それがすべて良い善行として神様に扱っていただけるのであれば、こんなにいいことってないですよね。なので、ぜひこの4つの条件っていうのを覚えておいて、1日のかなりの時間多くの人が仕事に費やしていると思うので、ぜひぜひ、条件を満たして仕事を善行として扱って、いただけるように頑張っていきましょう。では、ここからはイスラムの視点で、仕事をもう少し、仕事に対するマインドセットみたいなのを少し、心を軽くするような、働き方についてシェアしていきたいと思います。で、まず一つ目ですね。なぜ働くのかっていう意図をアップデートしましょうっていうところです。で、先ほどもちらっと言いましたけど、善行として扱っていただくにはやっぱり意図が大事ですよっていう話をしました。イスラムでとても大切な教えの一つっていうのは、神様は結果を見るのではなくって私たちの意図、ニーヤを見てくださっているということです。なので、例えばどれほど一生懸命働いていたとしても、その意図することが単にお金儲けて豪遊するぞっていうような理由、それだけのために働いていたら、それ以上の価値っていうのは全く生まれないというふうにされているんですね。預言者ムハンマド様は、行為の価値、
は意図によってのみ決まるというふうな言葉を、残しているほどです。で、なぜ働くのかっていう意図をアップデートするっていうのは、家族の笑顔のためとか、社会に貢献するためとか、自分を支えていくためとか、そういったいろんな、細かいことはあると思うんですけれども、正しい意図ですね。つまり、神様に喜んでいただける道であるかどうかっていうところを、再確認する。で、この意図をちゃんとセットして仕事をスタートするっていうところが、重要かなというふうに思います。で、これを、どういうふうに形にしたら、実際に意図を再確認できるかっていうところなんですけど、おすすめなのは仕事だったり、作業だったりを何かするとき、あるいは切り替えるときとかですね。で、ビスミンラーって言って、アッラーのお名前においてっていうふうに、つぶやくっていうのがおすすめの方法の一つです。仕事に向かう。例えば、私が実践しているのは車に乗って運転する前だったりとか、パソコンの電源入れるときとか、メールを返すときとか、会議の前とか、プレゼンの直前とか、そういう何かしら新しい、ことをするときにビスミンラーっていう風に、いうことを意識していくと、一日のうちに何度も神様の存在を再確認することになりますし、自分の仕事はなんでやってるんだっけっていうことを一瞬でも頭の中によぎらせることができるっていうようなメリットがあるかなというふうに思っています。もう一ついいメリットというか、その神様の存在を再確認することによって自分で全てコントロールしなきゃいけないっていう風な謎の思い込みからの解放もされるかなという風に、感じています。で、もう一つですね、今お伝えしたのとちょっと似たようなポイントではあるんですが、結果を手放し自分のベストを尽くすっていうものです。で、仕事っていうのはどうなるかわからないっていうような、不安とか結果がわからないことみたいなものがつきものかなと思うんですけど、そんな時に、私たちの心を救ってくれるのがタワックルっていう、考え方ですね。これは以前のポッドキャストでもお話ししたんですけど、何かというと神様を信頼して神様に全てを委ねるっていう考え方のことです。預言者ムハンマド様はこうおっしゃいました。もしあなた方が真にアッラーに信頼する、タワックルするならば、彼は鳥を養うようにあなた方を養われるであろう。鳥は朝空腹で巣を立って夕べに満腹にして帰ってくる。これ以前のポッドキャストでも多分紹介したのと同じハディースなんですけど、大切なのは鳥は巣で待っているだけじゃなくって自分で行動して、そしたら神様からの恵みがあって満腹になって帰ってくるんですよっていうことですね。なので努力して羽ばたくことっていうのは私たちの役割なんですけど、結果獲物を得るっていう結果についてはアッラー神様の采配であるっていうことですね。だから常に神様のタワックルを仕事の中でも意識することによって私はベストを尽くした。だからあとは神様にお任せして、どんな結果であれ、それは神様が私にとって一番いい形にしてくださっているから大丈夫だっていうふうに、思えるようになってきます。で、たとえ悪い結果があったとしても、それはそれで、自分がやるところまでやったっていうふうに思えていたら、全然捉え方も変わってきますよね。で、このタワックルの、マインドが少しずつ頭に入ってくると、仕事はもちろんですけど、人生で何か予想外のトラブルが起きてもパニックになりにくい。もちろん人間なので普通にパニックになったりすることはあると思うんですけど、それの時間が少なかったりとか、ダメージが少なかったりとか、もう少し早めに、よし、前を向こうっていう風に、切り替えができるようになるかなというふうに思うので、すごく、生きる上で重要な考え方かなというふうに私は思っていますし、これをマスターしていけば人生怖いものなしだなというふうに思っています。はい。では、軽やかな働き方のポイント、最後のポイントは、自分自身を預かり物として丁寧に扱うっていうことです。
で、今まで2つは心の持ちようっていうところ、意図を設定するっていうのと、タバックルですね。神様に結果は委ねるっていうところ。で、最後に、自分をどう扱うかっていうところもちょっと触れておきたいと思います。私たちはつい、特に日本人は、ありがちかなと思うんですけど、自分の体だし、多少無理をしても大丈夫だとか、限界まで頑張らなきゃとか、なんとなく自分を追い込みがちな人が、他の国の人と比べるとちょっと多いんじゃないかなと、頑張り屋さんが多い、国民性なんじゃないかなというふうに、個人的には思っています。ですが、実はイスラムでは、自分の体も心も持っている才能とかもですね、すべて神様から一時的に託されたアマーナ、預かり物であって、私たちはその管理を任されているというふうに、教えられます。で、この自分は預かり物であるっていう視点を持つと、少し、働き方が変わってくると思うんですよね。だって、例えば、自分が誰かから預かっている大切なものを持ち主が見てないからって言ってすごく雑に扱うということはほとんどの人はしないですよね。またイスラムにはたとえ姿は見えてなくても常に神様は私たちを見ておられるっていうようなそういう意識で最善を尽くすことをイフサーンっていうふうに言います。イフサーン、日本語ではイフサーンですかね。はい。で、これをこの二つを、預かり物であるということと、常に、神様が見てるっていうようなレベルで最善を尽くすっていう、イフサーンの、教えを、仕事に当てはめると、一つ目は、体を大切にするっていうことですね。私たちの体っていうのは神様からの預かり物であるので、適宜に体を休めるとか、心を休めてあげるっていうのも、私たちの仕事になります。預かり物をボロボロになるまで使い潰すっていうのは逆に無責任とも言えますよね。なので最高の良いパフォーマンスを出すためにも自分をちゃんと適宜休ませてあげることも重要です。で、もう一つのイフサーンについては、常に誠実にっていうことですね。誰が見てなくても、神様に喜んでいただけるクオリティを目指すっていうことになるので、おのずと良いパフォーマンスになっていくだろうし、他の人からもすごくありがたがられるっていうのは間違いないかなというふうに思います。はい。で、仕事って私たちの生活の中でかなりの時間を占める、生活のすごい大きな部分になっている人が多いんじゃないかなと思います。で、そんな、仕事に飲み込まれすぎないための立ち止まる勇気について最後、お話しして今回は終わろうと思っています。で、この仕組みが、礼拝になります。もちろんここまでお伝えした意図だったりとか、神様に全てを結果について委ねるっていうこととか、あとは、体は預かり物であるっていうアマーナっていう心のあり方とか考え方っていうのはすごく大事な部分なんですが、イスラームっていうのはバランスの宗教とも言われていまして、で、頭で理解してるだけでは結局のところそれだけではダメだよっていうのがイスラムの基本的な考え方になります。で、実際この頭ではいろいろなこと分かっていても、現実の忙しさに飲み込まれてしまうというのは私たち人間、誰でもあるかなというふうに思います。で、私自身も以前はかなり仕事中心の生活をしていました。で、週末以外起きてる時間のほとんどが仕事に関連しているとか、帰ってきてからはあんまりもうエネルギーも残ってなくて何もしたくないみたいな、そんな感じで結局週末以外はずっと仕事しかなかったみたいな、そんな時期があったんですよね。で、すごくエネルギーを常に仕事に吸い取られているような感覚がありました。で、そんな日々の中で職場でも礼拝を欠かさずちゃんと行うようになってから、私の仕事への向き合い方とか、感じ方とかっていうのがすごいガラッと、変わったので、で、これはやっぱり、知識があるのと実際に行動するのでは全然その効果が違うっていうことを実際に実感しました。
仕事の合間で礼拝をするっていうことは、一旦今の、この世の中のことを一旦ポンと横に置いて、数分間でも、神様と向き合う時間を作るっていうことになるんですよね。で、礼拝中にアッラーフアクバル、神様は最も偉大なりっていうふうに唱えていると、私は会社員の一員である前に、まずは神様のしもべである、ムスリムであるっていうことを体でも感じることができるなというふうに思います。で、ムスリムとしてはこの感覚っていうのは持ってて当たり前じゃ当たり前のことなんですけど、やっぱり実際に仕事に追われていたりすると、この優先順位とかっていつの間にか逆転してしまうっていうこともあるかなと思うので、礼拝っていうのはこのずれた軸みたいなものを元の位置に毎回戻してくれる時間というふうにも私は感じています。で、実際にこの職場でお祈りをするのがなかなか言い出せないなとか、もやもやしていらっしゃる方もいるかもしれないんですけれども、少し自分の中の優先順位を整えてあげるだけで、ゆくゆく見える景色がガラッと変わるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひぜひ仕事に使われる人生っていうのではなくって、仕事を信仰、イバーダとして来世のために貯金するような、そういうふうにできるように、今からできることを少しずつ取り組んでいったらいいんじゃないかなというふうに思います。で、ポイントとしては一つは、昼休みの時間の活用ですね。少なくともお昼の礼拝っていうのはだいたい12時前後とか、12時から1時ぐらいの間にあることが、少なくともオーストラリアではそんな感じなんですけど、多いかなと思うので、お昼休みの時間を活用して、お昼の礼拝は昼休みにっていうことですね。あとは休憩時間の交渉っていうのも一つ手かなというふうに思います。例えば、昼休みを5分から10分短くするので、後で3時ぐらいに、10分お祈りの休憩欲しいですとか、5分お祈りの休憩したいんですけど、いいですかみたいに言って、仕事柄とか、その働き方にもよるかもしれないんですけど、オフィスのお仕事であれば、かなりこういったことは融通聞く会社さんが多いんじゃないかなというふうに思います。あと、どうしても、今の職場で、お祈りをさせてもらえないみたいな、なかなか難しい環境にいらっしゃる方については、もちろんこれはすぐにできることではないと思うんですけれども、環境を変えるっていうのも一つ選択肢としては、あり得るんじゃないかなというふうに思います。なかなか自分が信じていることっていうのを、伝えるのって勇気が必要かなと思うんですけれども、私たちが一歩勇気を持って踏み出したら、意外と周りの人も協力してくれるかもしれないですよね。あとは優先順位を考えたときに、勇気を出したことで私たちが全体的な意味で損をするっていうことは一切ないので、私たちの心が一番安らぐ環境っていうのを自分たちで作っていくことが大事なんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、今回は、イスラムの視点で見た仕事についてお話ししてきました。生活のために仕方なく働くっていうふうに、そういうふうに思ってしまうと、やっぱり仕事っていうのは自分を削ってしまうものになっちゃうんですけれども、イスラムのレンズを通して見ると、すごく景色が変わってくるかなというふうに思います。ぜひ今回シェアした、始まりの意図ですね。ビスミッラー、自分のため、誰かのためっていうような意図を持って働く。で、神様への信頼、タワックルですね。自分でコントロールできない不安は神様にお任せする。で、もう一つは自分を大切にするっていうことですね。アマーナ。私たちの体っていうのは預かり物であるので、丁寧に扱って適宜に休ませるっていうことも必要です。で、最後、本来の自分に戻るというか、自分の立ち位置を、再確認する、礼拝ですね。仕事の波に飲まれそうになった時こそ立ち止まって礼拝をすることで心に余裕ができて落ち着けるっていうような感じですね。ぜひ今回ご紹介した4つですかねのポイント明日から職場でも使っていっていただけたらと思います。
最後まで聞いてくださってありがとうございます。ブログイスラムの扉に今回の元になった記事を掲載しています。エピソードの概要欄にリンクを貼っているので、ぜひウェブサイトの記事も、ご確認いただけたら嬉しいです。そしてよろしければぜひ番組のフォローと、レビューもいただけると幸いです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。アッサラムアライクム。あなたに平安がありますように。